回は高岡駅からすぐのホテル高岡満天ホテル駅前に宿泊してきました。高岡駅は JR 西日本北陸本線から移管された愛の風富山鉄道 JR 氷見線城花線の駅です。北陸新幹線の新高岡駅からは JR 城花線または路線バスで移動することができます。ホテルと高岡駅とは連絡通路で直結されており、徒歩約1分で到着することができます。高岡駅の改札口の外にはとても広々としたスペースがあり、こちらの場所から晴れていれば立山連峰の雄姿を見ることができます。今日はあいにく大雪のため全く見えませんでした。駅を出て自由通路を北へ進み、外へ出ると真正面にホテルが見えています。もはや間違えるのが困難なくらいの分かりやすさです。駅からホテルへと続くデッキには屋根がついており、全く濡れることなくホテルへ到着することができます。今日のような大雪の日や雨が降った日でも快適にホテルへ到着できます。高岡駅を出てから約1分、まさにあっという間にホテルに到着しました。入ってすぐの場所にはフロントがあり、駅を出てすぐにチェックインすることができます。アメニティ類は部屋にはなく、こちらから必要な分を部屋へ持っていきます。さすが雪国です。レンタル用の長靴が用意されていました。フロントの横にはミニコンビニがありました。コンビニというにはちょっと厳しいものがありました。フロントの横には立派なロビーがあり、座ってくつろげるようたくさんのソファーが置かれていました。豪華なソファーは1箇所ではなく2箇所にも及び、自由に座ってくつろぐことができます。こちらにはコーヒーサービスがあり、宿泊者は無料でいただくことができます。パソコンなどの作業をすることもできるよう、コンセントのあるスペースも用意されていました。チェックインを終えて部屋へ向かいます。今回は14階まである客室の14階最上階のお部屋でした。エレベーターの中に案内がありますが、こちらのホテルには大浴場があります。エレベーターを降りてすぐの場所には椅子が置かれていました。廊下にあったのは飲み物の自動販売機とズボンプレッサー、そして電子レンジでした。アルコール類、そしておつまみも販売されていました。こちらが今日の高岡での我が家です。今回私たちはツインルームを予約しました。ゆったりした室内、落ち着いた雰囲気のとても良い部屋でした。ベッドの隙間のスペースも余裕があり、とても快適でした。ベッドの大きさは 110×192 センチのベッドが2台でした。ルームウェアは上下の分かれたセパレートタイプでした。厚手の生地のしっかりとしたタイプでしたが、袖も丈も短いタイプでした。やや小ぶりな机の上にはホテルの案内と電話、メモ用紙、電気ケトル、テレビが置かれていました。テレビのサイズは32型でした。加湿機能のついた空気清浄機が置かれていました。ティッシュペーパー、カップ、そしてドライヤーがすべて皿に盛り付けられていました。ドライヤーは安心のパナソニック製でした。ミニ冷蔵庫です。グラスがないと思ったらこちらに冷やしてくれていました。ベッドの間にはエアコンと枕元の照明のスイッチ、コンセント、目覚まし時計が設置されています。クローゼットの中には
ブラシと靴べら、折りたたみ式の荷物置き、そしてスリッパが入っていました。続いて、バス、トイレ、洗面エリアに入ります。ビジネスタイプのホテル、標準装備といった感じのユニットバスでした。清潔な感じで、特に気になった点はありませんでした。ただし、こちらのホテルには大浴場があるので、今回私たちはこちらのバスルームを一度も使用しませんでした。Wi-Fi の速度も特に問題なく、快適に利用することができました。14階、部屋からの眺めはどうでしょう。14階から見渡す限りの雪景色です。サンダーバードが運休するほどの真っ白な世界が眼下に広がっていました。今は雪は少し小康状態ですが、この後時間を追うごとに降り方は変化していきます。3階へと降りてきました。こちらには大浴場があります。入り口には除菌装置搭載の履物入れがありました。湯上がりにくつろぐスペースとして休憩所と自動販売機、マッサージチェアが置かれていました。同じく3階にはランドリースペースがあり、洗濯機と乾燥機それぞれ2台ずつありました。雪は先ほどよりも少しだけ強く降り始めていました。枕バイキングがあり、好みの枕をこちらから部屋へ持っていくことができます。同じく3階には喫煙室がありました。ここから奥は大浴場です。浴室はとても広く、今回は宿泊中、いつ行っても空いていました。外は雪で覆われた冬景色でしたが、大浴場に入るととても暖かく、また開放感もあり、最高にくつろげる空間でした。また、大浴場にはサウナもあります。外に出てみると、激しい雪が降っていました。まさに、降りしきる雪とは、この感じです。東京や大阪などの大都市では、少しの雪でも、鉄道や道路が麻痺しますが、さすが雪国です。駅前などの主要な道路には消雪パイプが巡らされており、降り積もる雪を水の力で溶かしていました。このため車が走行する部分にはほぼ雪は積もっていませんでした。あまりに寒いのですぐに部屋に戻ってきました。外はとても寒く、今も激しく雪が降り積もっていますが、ホテルの部屋の中はとても暖かく、快適そのものでした。この後も雪はさらに激しく降り続けていました。激しく降る雪の中を愛の風富山鉄道の電車は遅れながらも走り続けていました。普段これほどの雪の中を走る電車を見ることがないので、北国の電車がとても頼もしく思えました。画面の右方向が金沢方向、左方向が富山方向です。この電車は金沢方向へ向かう電車です。出発した電車はすぐに雪の中へと消えていきました。夕方、街の明かりがつく頃になると、雪は一旦止み、少し視界も広がりました。金沢方向から来た高岡駅へ到着する電車が力強く走り抜けていきました。この時点で、この日の夕方以降と、そして翌日の夕方までのほぼ全てのサンダーバード、白鷺の運休が決定していました。夕方以降、少し小降りになった瞬間を利用して、外の景色を見に探検に出ました。小降りになったといっても、止むことはなく、常に雪は降り続いていました。
屋根のない部分の歩道には常にたくさんの雪が積もっており、とても歩ける状態ではありませんでした。駅まで屋根のあるデッキでつながっているので、駅構内にあるコンビニへ行くにも傘なしで余裕で行くことができます。この照明、夜になると最高に綺麗でした。少し付近の散歩をしてホテルに戻ろうとデッキまで戻ってきたら、外は再び雪が激しくなっていました。今日はこの後ホテルに戻り、大浴場で旅の疲れを癒した後、ゆっくりと部屋で休むことにします。それでは皆さん、おやすみなさい。明日の朝、またお会いしましょう。おはようございます。部屋は暖かく、とてもよく眠れました。現在、時刻は7時です。外の景色はどうでしょう？雪は止んでいますが、真っ白に凍りついた、とても寒そうな街並みが広がっていました。どんより曇っていますが、もし晴れていれば、とても綺麗な景色だと思います。画像だと見にくいですが、よく見ると、道路はガチガチに凍っていました。ほとんどの車が普通の速度で運転していることに少し驚きました。高岡の街並みが真っ白にコーティングされたとても美しい光景でした。少し遠くに見える横に長い茶色の建物は北陸新幹線新高岡駅です。こうやって見ると意外と近いのがよくわかります。金沢方向から来た愛の風富山鉄道の電車が雪をたくさんまといながら高岡駅に向かってきました。ネットで調べてみると若干遅れていますが、ほぼ平常に運転されていました。目の前の大きな建物の奥にある左に大きく曲がりながら進んでいる線路は城花線新高岡城花方面への線路です。城花線は朝の始発から運休しているようです。少し目を離してふと外を見ると、先ほどとは違いまた激しく雪が降っていました。昨日と同じく今日も雪が降ったり止んだりのぐずついた天気の一日となりそうです。10時19分、先ほどよりもかなり雪は激しくなってきましたが、その中を城花線の本日最初の列車が新高岡方向へ向けて出発していきました。朝から運休していましたが、この時間から城花線は運転を再開したようです。私たちもこれから支度をして富山へ向けて移動したいと思います。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。愛の風富山鉄道 JR 城花線氷見線の乗り入れる高岡駅からすぐのホテル高岡満天ホテル駅前宿泊の際の参考になりましたら嬉しいです。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。